京都皇宮にご中連御第二夜を遅らせたまいし天皇陛下には、6月11日、彫刻の聖地大和に聖画を進めさせたまい、うねび三両にご心配の御のち、橿原神宮に着御。紀元2600年の公募をご報告、合わせて時間願わせられました。各手陛下には沿道に渡列する関氏の褒芸を受けさせられ、天気ことのほか恩麗しく京都皇宮に歓迎られました。第7回日大立教明治三大学水上対抗競技大会は6月16日、我が水上界の第一戦選手を網羅して神宮プールにおいて挙行されました。この日の呼び物100メーター背泳ぎ。スタートしました。手前から立教坂本、日大幸村、明大鮫島、立教山本、日大河野、明大飯田、立教角谷、日大谷口、明大大野木。50メーターのターンにかかります。50メーターのターン、日大谷口君トップ。やがて75メーター、日大谷口君のラストスパート。いよいよゴール間近。ゴールインしました。谷口君1着、タイム1分10秒8。次は100メーター自由形。手前から日大牧野、立教新井、日大佐々木、立教本田、日大林田、明大豊島、立教大崎。立教新井君、最初からトップを切っております。続いて日大佐々木、立教本田。各選手並行50メーターのターンにかかります。新井君ターン、続いて日大佐々木、立教本田。80メーター、立教の新井君、猛然ピッチを上げました。あと20メーター、15メーター、10メーター、5メーター、ゴールインしました。立教新井君1着、タイム59秒8。戦時下の食料問題に対処して、和歌山市の小学生や女学生団は、桑屋敷を手に勇ましく空間地の工作に乗り出しました。今までほとんど顧みられなかった若野浦や紀の川付近の荒れ地200余丁部は、数千名の幼い少年少女たちの汗と力で瞬く間に掘り返され、見事な畑になってゆきます。出来上がった畑には代用食料のさつまいも、かぼちゃ、その他が植え付けられ、照りつける太陽の下で重い水桶を肩に栽培に大あらわです。こうした耕作の実地教育と糧食運動の結果、和歌山市にはもはや空間地なしとまで言われるに至りました。これは楽しい収穫風景。春以来の可愛い努力は立派に報いられて、40丁部から15万貫のじゃがいもが取れました。疾風怒涛と寄せるドイツ軍は、鋼鉄部隊の精鋭をもってベルギー領深く侵入し、150万の連合軍必死の抵抗を次々と撃破して、
さながら無人の矢を行くごとくフランス国境へと進撃しました。国境地帯の道路はドイツ軍の進撃を阻むべく無数のバリケードが築かれております。しかしながら精鋭機械化部隊の前には何らの効果も示さず、ドイツ軍は一気にこれを突破して雪崩のごとくフランスへと殺到しました。この付近のドイツ系市民は堂々たる祖国軍隊の侵入を狂気して迎え、戦陣に汚れ暑熱に悩む将兵に歓迎の雨を注ぎました。ベルギー・アルバート川方面に向かったドイツ軍は爆破された大鉄橋を見事に征服して快進撃を続けました。かくていよいよフランスが主力防衛にあたる堅塁攻略の火蓋は切られ、前大戦以来夢にも忘れなかったパリを目指す各将兵の力点に注してフランダースの平原を圧する壮烈な大砲撃戦が展開されました。抗日の名無なお冷めやらぬ小政権の本拠重慶を長く襲撃して、これを徹底的に爆砕すべく6月10日我が陸海の現しは相協力してようやく出陣の準備を整え終わりました。歴史的大空襲の住人を担う者、いずれも陸海の空の精鋭、決死報告の誓いを固く胸に畳んで、必勝の急すでに敵を飲み、完全として撃滅の相当に上る。山として銀翼に生え、百花に長江の流れを望む。断雲乱れ飛ぶ頂上の山岳を越えれば、すなわち目指す敵首都重慶。突如30機に近い敵戦闘機が固尺にも我に戦いを挑んできました。我が表しはこれと壮烈な空中戦を展開。外周一色、鉄器約10機を撃墜した我が堂々の大編隊陣は、そのまま重慶の心臓部めがけて一斉に巨弾の雨を注ぎ、重要軍事施設をくまなく爆砕しました。永遠たる炎と猛々たる黒煙、これこそ事変以来初めて記録された敵首都の姿であり、決死撮影の貴重なる第一報であります。かくて我がアラーシュ部隊は外貨の爆音も高らかに前期無事帰還の途につきました。